こんにちは。自然を加工チャンネルのくにこです。今日は多摩川自然観察スケッチ巡りの第1回目、自転車で行くことのできる多摩川左岸0から1キロ地点に行ってみようと思います。このシリーズでは多摩川沿いの自然を観察しながらスケッチをしていきます。私は5年前にネイチャージャーナルという自然観察日記を書くようになり、自然に興味を持ちました。そして3年前に多摩川沿いに引っ越すことになり、多摩川にも興味を持つようになりました。かつては死の川なんていう風に呼ばれていたそうですが、浄化施設が整い、水質が改善されたことで、今では魚が泳ぎ、鳥をはじめいろいろな動植物を観察することができる川です。これから少しずつ多摩川を巡ってスケッチをしていこうと思っています。東京にこんなにも豊かな自然が広がっていることに驚かれる方も多いんじゃないでしょうか。まずはスケッチをする多摩川について少しご紹介しますね。多摩川は山梨県の笠取山を源流とし、神奈川県と東京を流れて東京湾へと注ぎます。その長さはおよそ 138km、関東地方を代表する川の一つです。多摩川は都市の近くを流れているのに、豊かな自然が残っている場所がたくさんあります。川沿いには公園や遊歩道も整備されていて、散歩やサイクリングを楽しむ人たちの姿が絶えません。河口から田園調布、調布取水堰14キロまでを下流域、32キロ川上にある拝島橋、河口から46キロまでを中流域、それより上を上流域とするそうです。ちなみに私が住んでいるのは下流域になります。この日は11月の連休の2日目で、ものすごくいい天気でした。今年は10月でも暑いくらいの日がずっと続いていたのですが、ようやく気温も下がり過ごしやすい一日でした。羽田空港の多摩川側は歩道がきれいに整備されています。川の幅は約1キロ近くあるそうです。ここが多摩川が東京湾とつながる場所です。最初にソラムナード羽田緑地展望テラスというところに行ってみました。ここからは羽田空港の滑走路の離着陸が見られるということで、カメラを構えている方がたくさんいました。最初はですね、この場所が0キロ地点だっていうふうに思い込んでいたんですけど、山とか川って考えてみると境が曖昧ですよね。壁の表示に看板があったので、ここだということが分かりました。そしてここが多摩川の0キロ地点になります。階段を上がったところにベンチがありました。最初はね、座って書こうと思ったんですけど、柵で川が見えなくなってしまうので、手すりの前で立ったままスケッチをすることにしました。この真新しい遊歩道に綺麗なお手洗いがね、一箇所あるんですけど、ちょっと表示がわからなくて、ゲートの、セブンって書いてあるところから歩いて行ったんですけど、ゲートの8の方が近かったみたいです。結構ね、歩きました。そして周辺に自動販売機とか、なんかコンビニみたいなお店はなかったような感じがします。Google で検索するとデイリー山崎が表示されましたけど、ちょっと一般のお客さんが入れるお店ではないのかなっていう感じでした。川に向かって私の後ろ側には羽田空港があり、対岸の川崎側には工場や倉庫などが立ち並んでいます。多摩川運河も見えます。埋め立て地なんでしょうかね。どこからどこまでがね、昔の土地だったのかなっていうふうに思いながら書いてました。対岸に少しだけヨシが生えている場所がありますが、ほとんど植物は生えていない感じですよね。なんか敷地の中にこう木があるみたいな感じですかね。で、最初はね、柵の下の方の岩がね、見えないくらいこう川の水があったのに、30分くらいの間にどんどん潮が引いていきました。で、覗いてみるとフジツボがついた岩などが見えました。魚がね、泳いでいるのも見えます。空にはカワウが大群で上流から下流へ飛んでいきました。どこへ行くのかなっていう風に見ていたら、旋回してね、また上流へね、みんなでこう向かっていくんですよね。で、カワウの生態はちょっとよくわからないんですけど、魚の群れを追いかけているのかなっていう風に思いました。
で流木が何本かあるんですけど、そこへイソシギがやってきました。とっても可愛いですよね。でイソヒドドリもいました。前回来た時はなんかメスがいたんですけど、今回はオスがいました。川のね岸の岩の上をねちょんちょん歩き回ったりしたり、道路の方へ行ったり、街灯に止まったりしてね、なんかこうあちこち行ってましたね。この辺りで見られる植物はヨシ、ハマヒルガオで、野鳥はカワウ、チドリ、ユリカモメ、シギ、オナガガモ、サギ、セキレイ、昆虫はトンボ、魚はコシノロ、ボラ、スズキなどということです。形がハイビスカスのような小さな花が咲いていました。羽田空港船着き場の手すりにアオサギが器用に止まっていたり、ダイサギが羽を繕っているところを見ることができました。次に河口から1キロ地点でもスケッチをしました。やはりね、対岸は工場とかホテルなどが立ち並んでいます。で私が座っている場所は護岸が整備してあって、芝生があって、まだそこにはね入れないようになってたんですけど、で植物はねあまり見られません。で後ろ側はちょっとまだ工事をしているような感じでした。だけど川を見ているとなんだかね落ち着いてきますし、とても気持ちのいい場所です。釣りをする方とかがね結構いらっしゃいました。この少しね上流側には神社の鳥居だけがねポツンとあるんですよ。で神社はないのに鳥居だけがあるのは空港の拡張工事が行われた際に鳥居のみが保存されたためだそうです。神社そのものは移転されましたが、鳥居は移動せず現在も、今の場所に立っているっていう感じなんですね。羽田空港が今ある場所は昔はね活気がある漁村だったそうです。なんかどんな景色が広がっていたのかなっていうふうになんとなく想像すると楽しくなってきますよね。はい、ということで次回は左岸の2キロから2.5キロ地点をスケッチしてみたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。それではまた。